皆様こんにちは、セリナです。今回は11月18日発売のディオールバックステージクリスマス2022よりバックステージアイパレットの008番とアディクトリップグローの028番ミンティーローズをご紹介していきます。本当は008番のカーキと009番のバーガンディ合わせてご紹介したかったのですが、花粉で目が腫れてしまったので、今回はこちらのグリーン系のアイテムのみのご紹介とさせていただきます。バーガンディのアイシャドウとリップもなるべく早いうちにご紹介できればと思いますので、お待ちいただけたら嬉しいです。今回も1色ずつの単色塗りと2パターンのメイクルックをご紹介しております。こちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレのご紹介や、サブチャンネルではご質問やリクエストいただいた内容をアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。また動画の更新情報はインスタグラムやツイッターなどで告知しておりますので、ぜひこちらもチェックとフォローしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールバックステージクリスマス2022。2022年クリスマスは華やかなホリデーシーズンにふさわしい深みのあるバーガンディ系と鮮やかなカーキ&ゴールド系2色のカラーにフォーカス。ご紹介していくのはディオールバックステージアイシャドウパレットの008番。鮮やかな発色で様々な質感を楽しめるアイパレットということで、008番のカーキはルミナスカラーを基調としたカーキ系。続いてディオールアディクトリップグロー。唇にカスタムカラーの輝き。97% 自然由来ティントリップバーム誕生。028のミンティーローズはフレッシュライトピンク。ではまずはバックステージアイシャドウの008番カーキから1色ずつ単色塗りでまぶたの上にカラーをのせていきたいと思います。9色のアイシャドウパレットですが、バックステージアイシャドウはすべて左上がプライマーとなっております。こんな感じで009番にも同様のプライマーがセットされています。滑らかで伸びの良いクリームタイプですが、重すぎないので、こんな感じでまぶたにピタッと密着してくれます。カラーはまぶたに馴染むような感じですごく使いやすいです。今回はプライマーなしの状態で単色塗りしていきます。それぞれアイシャドウのタイプとカラーの名前が表記されていたので、そちらも合わせてご紹介していきます。まずこちら上段中央はトップコートタイプパーリーホワイト。様々な質感が楽しめるバックステージアイシャドウですが、このトップコートタイプがセットされているパターンをご紹介するのは初めてで、こんな感じでかなり強いきらめきを感じるアイシャドウですね。ラメンもたくさん入っていますが、ベースの粉質がとても軽いので、そこまでギラギラにならずに、意外と繊細な輝きで可愛いです。はい、1色目のトップコート、パーリーホワイトはこんな感じです。もっと白っぽく発色するのかなと思いましたが、ベースに透け感も感じて、ラメも意外と微細なので、そこまで白っぽくなりすぎずに、使いやすそうなカラーだなと思いました。パレットを見た感じ、グリーンとゴールドがキーカラーになっていますが、こういったホワイト系のカラーも入っていると、またメイクの幅が広がりそうですね。続いて隣のカラーはサテンタイプ、ゴールデンタン。サテンタイプは繊細な艶めきがすごく綺麗ですね。はい、サテンタイプのゴールデンタンはこんな感じです。一度塗りだと肌なじみのいいゴールドカラーでしたが、上でしっかり重ねていくと、黄身寄りのシャンパンゴールドカラーがしっかりと発色します。微細なラメのサテン質感が綺麗ですね。はい、1色目と2色目、引きで見るとこんな感じです。
続いて中央の段左はサテンタイプ、ウォームゴールド。パレットで見た時よりも意外と発色がナチュラルで、しっかりゴールドカラーはつきますが、やはりこちらも透け感があるような感じですね。はい、サテンタイプ、ウォームゴールドはこんな感じでした。実際にまぶたの上にのせてみると、少しくすみ感もあるマスタードカラーのような発色ですごくおしゃれですね。大人っぽいメイクにしたい時に活躍してくれそうです。続いて隣のカラーはグリッタータイプ、ピュアゴールド。グリッタータイプも意外とカラーがベタっとつくというよりは、繊細なラメがまぶた全体に乗るという感じで、すごく上品ですね。はい、グリッタータイプのピュアゴールドはこんな感じです。サテンタイプと比較すると、よりラメによるツヤ感が強く感じますが、やはりこちらもそこまでギラギララメラメしすぎるという感じではなく、普段使いもできるかなと思いました。カラーとしてはくすみ感のある少しブラウンっぽいニュアンスも感じるゴールドですごくおしゃれです。はい、3色目と4色目引きで見るとこんな感じです。続いてこちらのカラーはメタルタイプのエメラルド。メタルタイプですが、意外とベースのカラーがしっかり発色します。でも指で伸ばしていけばこんな感じで綺麗に馴染んでくれます。はい、メタルタイプのエメラルドはこんな感じです。まさに名前の通りのエメラルドカラーという発色ですが、少しくすみ感もあるので意外と使いやすいカラーかなと思います。メタルタイプとのことですが、ツヤ感やラメ感はあまり感じずに、指でぼかしていくとカラーがふわっと発色するような質感でした。続いて下段の左、グリッタータイプのカーキ。こちらもすごく発色はナチュラルですね。この質も他のカラーよりもさらに軽くてサラサラとしている感じがします。一度塗りだと本当にほんのり陰影がついたくらいの発色です。はい、グリッタータイプのカーキはこんな感じです。発色もナチュラルなのと、カラーも柔らかいカーキなので、暗くなりすぎずに、でもアクセントとしても使えそうで、すごく絶妙なカラーです。はい、5色目と6色目、引きで見るとこんな感じです。続いてこちらのカラーは、サテンタイプのウォームブラウン。意外と発色がしっかりとしています。でも指でぼかしていけば綺麗に馴染みますね。はい、サテンのウォームブラウンはこんな感じでした。少しツヤも感じるようなベーシックなブラウンカラーの上にラメが散りばめられています。ベーシックなブラウンなのでゴールドやカーキとの相性も良さそうですね。最後こちらはグリッタータイプのパイングリーン。このカラーは手元で見た感じかなり発色が良かったので、ディオールのバックステージアイシャドウブラシ L にとって塗っていきます。パイングリーンは目元にのせるとより深みが出ますね。ブラックに近いような深めのグリーンです。はい、パイングリーンはこんな感じでした。カラーの名前の通り、やはり青みも感じて深みもあるカラーなので、まぶたの上にのせるとブラックなどにも近いようなイメージで使えそうです。はい、7色目と8色目引きで見るとこんな感じです。ではここからは008番のカーキを使ったメイク2パターンをご紹介していきます。まず1つ目はプライマーを指に取ってまぶたにプライマーを塗っておきます。続いてグリッターのピュアゴールドを指に取ってまぶたのアイホール全体にのせていきます。プライマーと合わせて塗った方がよりラメは乗る感じはしますね。もう少しナチュラルに使いたいという時はプライマーなしでも使いやすかったので、好みによってプライマーありなし使い分けて塗るのがおすすめです。
続いてメタルタイプのエメラルドをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S にとって、上まぶたの目の際に目を開けた時にカラーが見える位置まで薄くなるようにぼかしていきます。指でしっかり塗ると結構明るめのエメラルドグリーンというカラーでしたが、もう少し大人っぽい印象に使いたい時はブラシ塗りもおすすめです。続いてサテンタイプウォームブラウンをブラシにとって、上まぶたの目尻3分の1にブラウンで締めていきます。エメラルドとブラウンの組み合わせも素敵ですよね。続いてサテンタイプウォームゴールドをブラシにとって、上まぶたの黒目の中心にトントンとイエローを入れていきます。あえてブラシを使ってのせることで、カラーはしっかり発色させずに、少しニュアンス程度の発色とツヤ感を足して明るさを出していきます。エメラルドとゴールドとブラウンの3色が混ざっていますが、発色がナチュラルなタイプをブラシ塗りしているので、カラー同士は喧嘩せずに綺麗にニュアンスが混ざりますよね。最後にサテンタイプゴールデンターンをブラシにとって下まぶた全体に入れていきます。はい、1パターン目のメイクこんな感じで完成しました。今回とても発色がナチュラルなのと、ブラシ塗りをすると透け感も楽しめて綺麗に馴染んでくれるようなタイプだったので、何色か組み合わせてもうまく馴染んでくれました。今回はサテンタイプをメインに使ったので、ギラギラしすぎることもなく上品なサテン質感なところも素敵ですよね。続いて2パターン目のメイクです。まずプライマーを塗って、続いてグリッターのカーキを塗ってアイホール全体にのせていきます。くすみ感の強いカーキが可愛いですよね。グリッターのパイングリーンをバックステージアイシャドウブラシ S にとって、上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。ベースに同系色のカーキを塗っているので、すごく馴染みがいいですね。もう少し青みを感じるカラーなので、目元を引き締めつつアクセントも与えてくれています。この組み合わせ可愛いです。トップコートのパーリーホワイトを指に取って、上まぶたの黒目の中心にトップコートをかけていきます。目を開けた時に見える位置までに留めて、キラッと輝かせます。やはりベースに深い色を塗っておくと、トップコートのラメ感もより生きますね。締め色に青みも感じるので、シルバーとの相性もすごくいいです。サテンのゴールデンターンをブラシに取って、下まぶた全体に入れた後、最後にパイングリーンをMAC のホリデー限定ブラシの斜めカットの方に取って、下まぶたのまつげの際を埋めるようにライン状に入れていきます。太くならないように細く囲っていきます。はい、2パターン目のメイクこんな感じで完成しました。パイングリーンがこのパレットの中でも一番発色がしっかりしているので、どう使おうかなと思える方もいらっしゃると思いますが、かなり深みがあるので、派手にグリーンが発色してしまうという感じではなく、締め色としてかなり使いやすいです。今回は全面的にグリーンとシルバーを合わせて華やかなイメージに仕上げましたが、ブラウンの代わりの締め色としていつものメイクに取り入れたりしてもおしゃれなアイメイクに仕上がるかなと思います。トップコートのパーリーホワイトもこの青みを感じるグリーンとの相性抜群で素敵です。最後、アディクトリップグローの028ミーティーローズをご紹介していきます。
アイシャドウのご紹介の時から塗っていて、何度か上から塗り直ししています。見た目がグリーンなのですごく可愛いですが、どんな感じの発色になるだろうと思いましたが、意外と唇の上にのせてみると明るめのピンクカラーに発色しました。保湿感は持続しますが、時間が経つと明るめピンクのカラーは馴染んでいくので、カラーの発色を保ちたいという時は上から何度か塗り重ねるのがおすすめです。見た目も可愛いのでギフトなんかにもおすすめですね。はい、ではこんな感じで11月18日発売、ディオールのホリデーコレクション第3弾、バックステージアイシャドウの008番カーキとアディクトリップグローの028番のミンティーローズご紹介していきました。アイシャドウパレットは見た目だとグリーン系のカラーが多くて使いこなすのが難しそうと感じる方も多いと思いますが、実際にまぶたの上にのせてみるとどれも発色がナチュラルなのと、ラメやツヤも強すぎないタイプなので、組み合わせ次第では日常使いもしやすい、すごくおしゃれなカラーが詰まっているパレットだなと思いました。個人的にはやはりこのパイングリーンがすごく絶妙なカラーで可愛かったのと、ゴールド系のカラーもすごく大人っぽくて素敵でした。そしてこちらのトップコートもホリデーらしい華やかな印象にしてくれるので、グリーン系のアイシャドウを使ってみたいという方はぜひチェックしてみてください。バーガンディのアイシャドウとリップもなるべく早くご紹介いたしますので、お待ちいただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。